高市総理大臣、そして日本の自民党、とっても素晴らしい勝利、おめでとうございます。私、スティーブも含めて、多くのアメリカ人、すごい嬉しく思っている人が多いです。本日、日本の解散総選挙、海外から見て、どんな反応があるのかと、私個人の意見もいろいろありますので、最後まで付き合ってください。いつもご視聴ありがとうございます。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日の配信が始まる前に、重要なお知らせがあります。今週末、日本に行きます。久しぶりの訪日になりますが、大阪オートメッセ、2月13、14、15日、インテックス大阪で大きな車のイベントが行われます。3、4年前から参加させていただいているのと、今年も参加いたしますので、6D 号館の方にスティーブ的視点のブースがあります。限定商品こういうものなども持ってきますので、よろしかったらぜひブースまで遊びに来てください。ツーショット、サムズアップで一緒に写真撮りましょう。よろしくお願いいたします。今回の選挙の結果を見て、遠くから、アメリカから選挙の結果を見て、思ったことがいろいろありましたよね。まずは、ある意味では、1年前のトランプの勝利に似ているところもあると感じています。というのは、トランプの勝利はその時も革命的なところがあって、上院、下院まで共和党一つの党になって、すごいやったーっていうのは強く、私も含めて多くのアメリカ人の中にその気持ちがありました。今回も自民党が300数十席を獲得できたことは、表ではものすごい素晴らしい結果になったんですが、実はアメリカの選挙を1年前から1年前のことをいろいろ振り返ってみると、そこまで力があるのに、約束したことがたくさんあるのに、できなかった部分がものすごくあります。トランプの支持者として、アメリカよりのアメリカファーストのものとして、この1年の中では素晴らしいこともいろいろありましたが、まだ足りないところがある。結果をとして出さなきゃいけない、やらなきゃいけないところ、まだまだいっぱいあることが気づいてイライラすることがあります。同じように1年後に今回の素晴らしい勝利がこんなにも自民党ここまで力があるのになぜ先に進まないの？なぜ新しい法案とか必要な法案などをね、通すことができないのっていうのは、アメリカ人としてはアメリカの政府の中、同じ共和党の中に足を引っ張る人が多いです。腐ってる人が多いです。長年そこに公務員レベルから政治家までのレベルで金で腐ったこと、いろんな汚いことで腐った国より、ジャパンファースト、アメリカファーストより、ミーファースト、マイファーストという頭を持ってる人がまだ多いと思います。同じ自民党の中で高市さんを支持した、表ではしたかもしれない。自民に力がいっぱい集まってきたかもしれないんだけど、実際に強制送還とかなどなどのことをやらなきゃって、通さなきゃって、もうアクションを起こさなきゃってなるときにどうなるのか、解けるのか、逃げようとするのか、約束通り守るのか、有言実行タイプがどのぐらいいるのか、力があるからってその力を今度国民にとってプラスになることに使うのか、優先順位、まずは日本人でしょう。日本人の生活、日本国内の治安など、などのこと。それで同じ共和党なのに、同じ R がついてる同じ自民党があるのに、本当に同じチームにいるのか。一つのね、指摘しなきゃいけないことは、アメリカは民主党、共和党があります。今のトランプ政権の前に、バイデン政権、民主党が本当にアメリカをダメにしたことがあって、トランプはそのことを直さなきゃいけないことになったんですが、自民党、日本の自民党、俺はもう1990年代から日本に行ったり来たりしている、ホームステイしたこともあったり、住んでたこともあって、ずーっと
と同じ自民党ですよね。今の日本、今の経済がフラットである日本、今日本人の生活が20何年、30年前から良くならない、給料上がらない、今の税金、社会保険料、消費税、燃料など、などのことが、どこに責任があるのかという話がありますよね。よくネットに書かれているのは、移民対策ということが日本がどこより厳しい、当たり前な対策を取っているかというふうに報道されています。今、アメリカはこの不法移民の問題はここまで大きくなって、日本にそこまで詳しくない人から見て、たった数年だけで移民の問題がどんだけ大きな問題になったということを気づいて、すぐアクションを起こして、不法移民と難民などの問題を解決するという高市さんが素晴らしいというふうに海外のメディアで評価されていますが、実際にはこれからその移民問題などのことはどうなるのか、約束したことを守ることができるのか、進むのか、実際に進歩があるのかということがどうなるでしょうね。ただ今の時点で海外から今の日本を見て、やっぱり不法移民問題が何より重要な問題として日本人が彼女を支持したというふうに見られているところです。報道されていることがいろいろ何があっても、正直にもう長年日本に行ったり来たり、日本にもいっぱい友達がいる、日本人の友達がいる、私から見ると、やったーとか万歳という感じじゃなくて、要注意っていう気持ちを持っている日本人の私の友達、知り合いはいますね。特にこの移民問題、これから日本の移民対策のこと、約束であったゼロベースにすることが、これが消えたら、これがなくなったら、何にも一つも良くなることはありません。移民を入れることによって、他の文化を入れることによって、ウェルカムな日本かもしれないんだけど、日本の根本が崩れてなくなったら、日本っていう国がなくなることが言い過ぎではありません。間違いないことです。日本の国を、自分の国をリスペクトする人を入れて、ゲストとして入れるのは一つかもしれないんですが、日本に永住、国民権などを誰に与えるのか、本当に日本で何のために何をやりたいのか、日本の伝統など、宗教の違いなど、いろいろあることを、本当にこの約束は破ってはダメだと強く思っている日本人、日本大好きな外国人でも思っている人が多いです。これを忘れてはいけないことだと私も思っております。またこれ海外からの見方、日本国内の見方はまた違うかもしれないんですが、中国に対するメッセージがこの選挙の結果にも含まれています。日本なめんなよって。日本は日本を守る。日本は中国に対する、そして台湾を守ること、中国にもう一切舐められることは許さない姿勢を強くアジア、もう全世界に見せたこと。アメリカに今まで軍事力などの面で頼ってきたところあるんだけど、日本は日本としてもっと強くならなきゃいけないと。高市さんが総理大臣になってから、中国からもね、観光客を日本に送らないストップになった、減ったとかっていうこともある中で、すごい悪影響があるんじゃないかって中国は計算してやったわけですよね。でも結局は、そんなことなくて、どちらかといえば彼女の人気度、彼女の支持率が上がって今回の結果になったことも多く報道されています。一つ笑える話があります。日本国内にいる、一部の外国人だと思いますが、今回の選挙の結果がひどいです。外国人にとってもう日本人のこと信じられない、がっかりですっていうコメントはちょこちょこ流れてきたんですよね。それに対してアメリカも日本に似たことない人でも、お前は何言ってるのか。
外国人なんじゃないか、ゲストじゃないかって、そういうことはなんか言うのか何なのかと。逆に昔日本に住んでて、今アメリカに戻ってきて、遠くから見て、日本は素晴らしいな。こんなにね、問題が起きて、いろいろ日本の文化が消える。日本の今まで通りの日本の伝統などが消える。なくなる前にアクションを起こさなきゃ、早く何とかしなきゃ、急速に動いた日本人の国民がすごいな。我々アメリカ人、ヨーロッパ人などなどを今の日本を見て見習わなきゃいけないことがいっぱいあるというふうにもよく言われています。アメリカで報道されている中で多くの若い人が高市総理大臣を支持したと、素晴らしいと、アメリカではこういうことがありませんみたいにも報道されているんですが、トータル的な投票率で何パーセントだったんでしょうか。雪もあったりとかいろいろもう書かれてるのもなかなかそれ投票所に行けない人も多かったとかっていうのはよく報道されてるんですが、50何パーセントですか。まだ2人に1人の100人に50人、56人のことだったら、まだまだ国を取り戻す、守るためにもっと声上げなきゃいけない。そしてあと若者たちの中に、その愛国心っていうのはね、もうあると信じたいんですが、高市さんの昔ドラマとか K-POP でドラムとかが出たりとかって、女性であることとかって、それだけで人気だっていうことじゃないことを願っております。ジャパンファーストと信じていることを支持している若者がたくさんいることを私は信じたいんですよね。ただのロックスターの存在ではないこと。これからの若い人たちに、やっぱりジャパンファースト、日本人のプライド、なんでこの国で生まれてすごい良かった自分はラッキーだっていう頭のある若者がたくさんいることがアメリカも必要だなと私は強く感じております。一つの心配もあります。高市総理大臣の治安、彼女の無事、今回、左寄りの過激派、共産党などなどがやられたことで、そっち側の反発の仕方が残念ながら暴力、暴動、暗殺などなどの変なこともあるため、高市総理大臣の周りにいる SP などの警察、彼女の面倒を見ている、もう守っている人たちを本当にしっかりしなきゃいけない時期なのかなと思いますので、彼女の無事もアメリカから願っております。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてよかったら大阪オートメッセでお会いしませんか。お待ちしております。高市さん、これからいろいろ大変だと思いますが、日本ファースト、日本人ファースト、日本のためを頭から外してはダメですよ。忘れてはいけないことだと思うので、その上で私みたいな人と他にいっぱいこの世の中にも支持している、応援している人がいるので、日々前進、前向きに、たまにサムズアップでもいけると思いますよ。頑張ってやってください。ではまた次回まで失礼いたします。